皆さん、こんにちは。イエーイ今日はやっとまた質問コーナーをします。楽しみ。いろいろな質問をもらってありがとうございます。ありがとうございます。始めましょう。質問1は、結婚式はいつですか？君はいつと思いますか？まだプロポーズまだしてない。あ、そうですよね。そう、プロポーズまだまだ。だから結婚式考えてません。そう、まだけれども、プロポーズしたら、あと1年ぐらい結婚する。多分カナダに行ってから、プロポーズかな。今そのこと決めてない。でも楽しんでください。楽しんでください。質問2は、誰からプロポーズをしますか？そう、僕です。そう。昔、高校生の時僕は、プロポーズのことをいっぱい考えた。そう、だから僕知りたい。そう。でも、どんな感じかな楽しんでください。そうね、僕も楽しみ。質問3は、結婚式のスーツはどんな感じが好きとか、色とか。僕にとっては、結婚式のスーツは白いスーツと、本当？白いスーツとベトナムの伝統的の典型的な青さ、それはと一緒にしたい。面白い。知らなかった。僕の考え方は黒。多分僕たちは2回結婚式みたいなことする。ベトナム式とカナダ式だから2回するかもしれない。でも白面白い。白黒似合うね。そうね。後で決める。質問4。僕たちの初めて一緒の夜はどうでしたか？そうです。さっきどうぞ。すごく恥ずかしい。その時は恥ずかしかった。なんでも始める時は僕いつもドキドキ。そうドキドキ、すごくドキドキよ。そう、僕はちょっとだけ緊張。すごくじゃなかった。すごくじゃなかった。本当にちょっとだった。ちょっと緊張。そう。初めて僕はワイボーイと付き合い。それは文化。だから僕は文化は違うかな。そんな感じ。考え方。でも楽しかった。楽しかった。はい、楽しかった。よかった。多分それだけ言うかな。はい。次の質問は、子供の時どんな感じでしたか？僕は子供の時、もちろんいいことと悪いことがあった。僕、今子供の時見たら、楽しかった。普通は楽しかった。友達と遊んだり、学校も大丈夫でした。普通は楽しかった。でも悪いこともあった。だからいろいろな気持ち、僕は子供の時考えたらいろいろな気持ちが出る。でも、懐かしいことはいっぱい。いろいろなこと楽しかった。僕の子供の時、ちょっと大変だった。そう。僕のところ見たね。そう、その時はちょっとすごく大変。ベトナム、いいかな。その時、僕の家族ちょっと貧乏だから母は仕事して僕は、家でこのままずっとだから寂しかった一人だけ、その時、いろいろなことでも僕にとっては、ごめん。よくない。よくない。そう。それで。そう、僕たちは子供の時、違いました。全然違った。ゾス君、僕のところに行きたかったね。
でも僕は見せたくない。そうでも見せた。そう、そう全然違う。そうだからそうそれでごめん。大丈夫、大丈夫、それだけ大丈夫。ごめん、次の質問ちょっと悲しい。一番悲しかった時はいつでした？なんでとか。僕の一番悲しい、詳しくわかりません。僕は多分高校生の時、落ち込むことが、いっぱいあった。普通の夜の時、寝る前にすごく落ち込んでました。だから多分、特別な詳しく時じゃない。でも僕はそのこと思ったら、高校生の時、すごく落ち込んでいることがありました。だから僕は、普通の夜、何でも夜寝る前にいつも悲しかった。だからその時、高校生の時代は一番大変でした。この質問はちょっと重い、けどでも、大切な人、僕の大切な人、お母さん亡くなった日、その時はすごく大変。僕は、その時妹からもらった時、僕はすごく今どこ、今はだけ何があった、何も考えてない、行くでもどこわからない、その時はちょっとすごく大変。母は亡くなった日、その日は僕の全部なくなる、僕の夢なくなる、僕の労力なくなる、僕の全部なくなる、生きがいもなくなる、その日、そう、いっぱい泣きました。そう、僕は何でも怖くない、でも一番怖いは大切な人は亡くなるのこと。それはすごく大変。ありがとう。次は嬉しい質問。一番幸せな時はいつでした？なんでとか。その時は母亡くなったの後でね、その僕は23歳になった。その時は僕は、妹のこと大人になったの、僕は見た。母の死んだ前に、死ぬ前に、僕と母と約束あった。妹は、高校生まで、頑張ってね、その時僕できました。一番それは嬉しいことでも感動。そう、いいね。かわいい。それはいい。多分妹を見る、この動画見る、だから僕は恥ずかしい、だから話したくない。本当？でも僕は聞きたい。ありがとう。妹を見たら頑張ってください。一つ選びにくい。多分僕たちの思い出。初めて福岡に行った時、初めてのデート。神社に行ったり、お寺に行ったり、初雪だった。すごく寒かったけど、僕覚えた。そう、すごく寒かったけど、すごく楽しかった。僕は戻ることできる場合、僕はあそこに戻りたい。僕たちの福岡の週末、週末に戻ってまたしたい。あれは一番。そう。ニューエン。次の質問は、今の仕事は何ですか？ YouTube。今は YouTube。僕たちはベトナムに来てから YouTube をやってます。そう、今はちょっと大変けど、頑張ります。YouTube のこと難しい。そう、すごく難しい。そう。でも頑張ります。いくら大変でも頑張ります。はい。簡単じゃないけど、僕たちは頑張ります。日本に住んだ時、どこに住んでいましたか？僕は福岡に住んでた。僕は鹿児島県、日本の九州一番下、鹿児島県の出水市、田舎。すごく田舎。そう。
その時大変だった。会いたい、毎日会いたいけどでもできなかった。そう毎2週間ぐらい会えました。新幹線はちょっと高いだから毎週末会えない。でも毎2週間ぐらい会えました。でも福岡はすごく便利、いろいろな綺麗なことがある。泉市はすごくゆっくり、すごく安心な感じ。泉市はすごく綺麗でした。そう、すごく綺麗。僕の心でいつも泉市ちょっとうち気持ちいい。いいね。次の質問は、日本にいるとき仕事は何でしたか？この質問昔答えませんでしたね。みんな待っています。お待たせしました。そう、僕はなんかパン屋さんで働いた。僕は、英語の教師でした。はい。英語先生。小学校と中学校の先生。可愛かった。みんなすごく可愛かった。どうやって日本語を勉強しましたか？僕は、学校で勉強した。僕は大学の時、日本語を勉強しました。上手になった時は日本に引っ越してからね。誰か新しい言語を習っている時、おすすめがありますか？会話は一番大切。もちろん、授業はすごくいい。授業だったら毎週絶対に授業に行きます。授業と、会話、誰かと会話できる場合、すごく上手になる。規律は大切。毎日ずっと毎日は1時間ぐらい勉強、ずっと毎日勉強、それだけ。僕には、本当は言語を習うことは難しくない。みんなは言語を習うことはすごく難しい。僕には難しくない。時間かかる。それだけ。毎日ちょっと勉強してだんだん習う。次の質問は、僕たちまた日本に帰りますか？もちろん帰りたいね。帰りたいですけど、住むことは帰りません。旅行よく行く。旅行はまた行きたい。日本のことすごく寂しい。日本に出てから毎日日本のことを考えてます。日本は綺麗。旅行は絶対にまた何回また行きたいですよね。次の質問は僕たちの関係について、将来の目標は何ですか？今、僕たちはカナダに引っ越して結婚ね。そう、それは目標。今、カナダに行くことを申し込む中。ベッドそう、すみません、ベッド。ペット。ベッド。僕はもう。それもできた。そうです。将来は子供たちと、動物と一緒に住みたい。そう、猫、犬と子供まだできません。頑張りましょう。それは将来。次の質問は他の文化の好きなこと。日本なら、日本の文化皆さんすごく丁寧、そうすごく優しい、誰でも優しいと綺麗なことすごく好き。どこでも綺麗、街の道はすごく綺麗。あれすごく好き。カナダの文化、みんな社交的なことが好き。と、ベトナム、多分まだ分かってない。僕は日本の文化、一番好きは、丁寧の文化。そして2番は並ぶ。みんなはそういつも並ぶのこと。3番は相手の気持ち分かるだからそれは好き。日本の文化は好き。そう、僕も。ベトナムについて毎朝、朝ごはんはいっぱい。それは僕は好き。起きたら朝ごはんを買ってすぐ食べて、ベトナムのお正月が好き。それはすごく好き。いろいろけどでも、とりあえずあれ。次の質問、僕たちの一番大変な喧嘩は何ですか？喧嘩したことある？でもいつも解決する。詳しく説明したくない。でも怒ることじゃない。すごく心配とか、いつも心配から喧嘩。でも大丈夫。あまり喧嘩しません。次の質問は僕にでした。どうやって僕は落ち込んでることがあっても生きることする。高校生の時よくできなかった。僕は落ち込むこといっぱいがあっ
て、多分僕は普通な人みたいな生活頑張る。昔僕は自分のことすごく嫌いだった。でも今だんだん直した。毎日ちょっとだんだん優しくなって、僕はだんだん優しいのことをしました。だから僕のこともっと優しくなって、今僕自分のこと、そのことを昔みたいじゃない。今僕の落ち込んでることをちょっと変えました。僕は昔自分のこと嫌いだった。今死ぬことをよく考える。ちょっと重いけど、僕は子供から家族とか急に亡くなる。だから僕は大人になったら心配すぎる。あれすごく落ち込むこと。僕の言える言葉は落ち込んでる時頑張って、いつも良くなる。時々長い、でもいつも良くなる。僕たちは特別な動画作りますか？ OF 作りますか？作りません。僕たちは YouTube は興味がありますが、そんな感じ動画作りたくない。興味はありません。シェアすること、どうやってバランスできますか？どうやって、これシェアします。これはみんな教えません。どうやって決める？特別なことない？心から決める？それだけ。次は最後の質問。将来のチャリティーの計画はありますか？はい、計画ある。僕たちは、チャリティーのお金必要、だから貯金してから、チャリティーのことを貯金してから、それはする。僕はいつでもクリスマスしたい。昔僕はすごくもらえたけれども、いなかった。だから、クリスマスの時、子供たちにあげたい。カナダにいたら僕の母は子供たちの心健康の病院のチャリティーいつもする茶会。だから僕たちがカナダにいたら僕はあれ手伝ってあげたいと思います。今の、生きがい。昔僕はお金いっぱい欲しい。お金、衣服買いたい。いろいろなこと。でも今はそんなことなくなった。今も僕の嬉しいのことは子供たちの笑顔の見たい。だからそれはすごく好き。今僕たちはチャリティーの貯金したお金、まだまだできません。でも将来したいです。終わりです。いっぱい質問もらいましたので、明日また Q&A 動画をアップします。質問コーナー1と質問コーナー2をします。だから明日皆さん楽しんでください。こんないっぱいもらったの質問はすごくびっくりした。みんなは僕たちは気にする。だからみんなは優しい。じゃあ皆さん明日の動画も見てください。この動画が気に入ったらいいねお願いします。もっと見たいかったら登録してください。またねー。またねー。